ハローハロー、どうもどうも、マッドサイエンティスト系 VTuber の栗崎あきらだーい。なんとスペシャルゲストをお迎えして栗崎ラボの実験動画をやっていきたいと思います。ということで登場していただきましょう。ドゥ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 ーン。今日も元気にいただきます。オムライ食堂のオムだよー。やっほー、あきらちゃんということでね、ちょっとお邪魔してますよ、あきらちゃん。はい、今日はオムライス食堂のオムさんに来ております。違う、私が来ちゃった私が来ちゃったオムライス食堂のオムちゃんに、来てもらいました、やってきちゃいましたー。オムちゃんが来てくれるっていうことでね、これはせっかくラボにいるのなら実験っぽいこと、ラボっぽいことをねした方がいいなと思って勝手に企画を準備してきました。いや、めちゃめちゃすごいね。私マジのリアル狂い咲きラボにいるからね。めっちゃすごい素敵、めっちゃ綺麗。めっちゃね、今日は掃除をね頑張ってきたんでマジめたい話をすると同じマイクで収録してるからねそうだね、そういう意味でもね、リアル狂い咲きラボだから。そうですよ今隣にいるからね。イエーイ耳が切れるということで今回ね持ってきた企画はですね、電子顕微鏡で見たこれなんだというねクイズ形式です。電子顕微鏡。電子顕微鏡ってただの顕微鏡と違うの？そう、これ普通の多分顕微鏡ってよくさ、こう中学校とかで多分やったプレパラート。プレパラート？伝わらない今ジェスチャーしてたんだけど腕動かないもんなこう覗いてさ、こう見るやつなんだけど、この間アキラがそう買ってきたのがなんかね2000円ぐらいかな。なんか意外と安い、そうやつで、USB でパソコンにも挿してで覗き込めるっていう。そっか、電子だから電源が必要なんだ。そうで電源さえあれば逆に、いつでもどこでもスマホとかにもね挿せる。そう、これですね。何これ、なんか美容器具みたいなやつ出てきた確かに美容器具っぽい。なんかめっちゃ毛穴とか掃除してくれそう。でもこれ毛穴見れますよ。怖い、やめてちょっとね、ここのね、みんなにはね見せないよ。ちょっとガールズのねあれだから。そうです。恥ずかしいからね。オムライ食堂毛穴なんかないんだから。こういう感じで。わあ、すごい。あ、知ってる。こういう映像知ってる。ちょっと恥ずかしい。肌のキメの細やかさが見えますね。っていうので、そう今日はねこいつを、事前にね、何個かちょっと変なものをね、なんか見た目が変なものを、なるほど、撮影してきたので、それが一体何なのかっていうのをねぜひ当てていただこうと思います。はい。どんな卑猥なものを見せられちゃうんでしょうね。大丈夫。そんなやばいものはない。大丈夫。卑猥なものはないです。ここ狂い咲きラボだからね。マッドサイエンティストだからね。答える準備はじゃあできてますか？もちろんですよ。じゃあ行ってみましょうか。じゃあまずはこれなんか答えられたらなんかもらえたりするの？ちょっとアキラの愛をいっぱいあげちゃおうかな。アキラちゃんの愛がもらえる格闘そうですね。よっしゃ、頑張るぞ。5名いきましょうか。なんだろう。何？ちょっと本当にわかんない。これって電子顕微鏡で特に拡大せずに見たやつ。拡大してる。拡大してるのか。でも待って、ちょっと待って、あきらちゃん。あれはゴマじゃないですか？これですか？はい。右下のやつは私にはゴマに見えるけれど、それ以外がマジでわかんない。なんだでもさ、なんか顆粒状のご飯系のものっぽいんだよな。食べれそう、これは。わあ、本当にわかんない。これ本当にこんなわかんないの？わかるとってなる。マジか。こうやって色調補正とかもしてる？しない。もうありのまま。嘘。じゃあ黄色い系なんだね。そうだね。なんだろう。私黄色といえば私オムライ食堂ですから、やっぱ卵を連想するんだよね。なのであきらちゃん、これもうズバリ答えを言っちゃっていいですか？はい、いいですよ。ズバリこちらの画像はのり玉です。正解。すごい。やったー。本当？のり玉こんなんなの？のり玉拡大してるのこういう。真ん中のさ、緑色の玉みたいなやつ何？わからん。でもこれのり玉のだから卵部分、あと海苔とかの多分細かい。そうだよね。そう思った。なんだろう、海苔の風味がする何かしらかもね。うわー、でもごまなかったらマジわかんなかったかも。
意外とこんな感じのそう見た目をしているんですよ、皆さん。うわ、電子顕微鏡やばこれめっちゃ面白いでしょ。やばいね。ということは私は今のり玉獲得ですね。あ、のり玉獲得。のり玉獲得やったー、食費がくぜ。続きまして、はいいきますよ。早速。これは完全に無機物ですね。そうですこれはでも、まあ、インターネット大好きオタクだったらわかるでしょう。はい。電子機器よね。それが何の電子機器かと言われると本当にわかんない。まあでもアキラちゃんの考えることだからな、はい多分その手近にあるもので撮ったんでしょバレてる。バレてる。やばい。まあ手近なもの撮ったんだと思うから、もうサクッといっちゃいますよこれは、ディスプレイモニタ惜しい。厳密に言うとこれはですね、スマホですね。ー。うっそ自分のそうですね、iPhone SE かなのスマホでございます。これはすごいね。なんかさ、スマホの表面ってさ、そんなザラザラしてるイメージなかったけど、ちゃんとこうなってるんだ。これ何映してるかわかる？スマホで。もしかしてさ、はい。アキラちゃんの胸のところ、やっぱりそう。これちょっとわかりやすくしようかなと思って。これはね、言われてみたらね、そうだなってなった。アキラのパーカーの部分をね、ちょっと横向きにしあてそこのね、今揺れてる部分ね。そう、ディスプレイもでも実はね、拡大すると同じような感じのこういうちょっと四角のはいはい、つ感じぶつぶになってて、のね。そう。あとはだからその本当に今映ってる色の組み合わせでこういう感じで映る感じなんで、赤が多いところは赤が強くなっそうてみたいな。だから緑の部分も実はその緑だけじゃなくて、緑とこうちょっと赤で。うわー、RGB や。そう、うわすげえ。面白い。スマホでしたね、2問目は。ちょっと惜しかったな。惜しい。いやでもね、まあほぼ正解ですから、じゃあディスプレイを持って帰ってもらいましょう。持って帰れね。では続いてですね。うわ、いよいよわかんなくなってきたぞ。これね、これ難しいかも。いや、だってさ、見渡す限りの黄色い粒子よ。そうよ。私の髪の毛とかじゃないよね。もしかしてヒントとかもらうことは可能？可能です。大きく言うと、じゃあまず食べれるもの。あ、食べ物なんだ。食べれるもの。食べられるもの。食べられるもの。よく食べますか？これはじゃあもう一個踏み込んだヒントでいくと、調味料とかかな。調味料で？調味料でこの粒子は私見たことないよ。あ、でも色は結構ね、いいヒントかも。ほんとこれもまたありのままの色を映してるので。わ、調味料でこれでしょ？でも黒い粒子ちょっと気になってるんだよな。なんかね、混ざってそうな気がする。私でも食べ物だなと思ってて、ただ調味料と聞かれたら乾いてる調味料でしょ？もうそうだね。と思うじゃん。と思うからよ。おそらくだけど粉状で黄色かったらもうあれしかないのでは。決めました。3問目、こちらはカレー粉ですね。ああ、やったマジカレー粉ってさ、こんな黒いつぶつぶ入ってんだ。そう、スパイスのね、あれが多分いろんな種類が入ってて、パッと見はだからそのオレンジ系の、はいはい、そうだよね。目ではそう粉しか入ってないけど、もっと細かく見ていくと多分細かいスパイスがさらに入ってる。すごーい。いやー、新しい新境地。おもろいいいね。どんどんやろこれ。プロやん、プロ。あと100も出してくれこれ。やる気満々や。おもろいから。続いてですよ。でもちょっとこれはまた様子が違うな。これだからそうですね、また雰囲気が違う綺麗な感じだよね、今回は。本当に電子顕微鏡で見てるなって教科書に載ってそう。いやでも私これ本当に分かっちゃったかも。これはでももしかしたらこれは結構テンプレ的回答かなと思っていいのかな。はい、いきますよ。こちらはお塩ですね。正解です。よしちょっとおい、マッドサイエンティスト簡単すぎるぞおめえ。いやこれね、ちょっといろんな難易度をね、こう混ぜこぜで。いやーでもこれはこんなに拡大できるんだね。そう、あんなちっちゃい電子顕微鏡で。意外とこう綺麗にちゃんと映るし、あとなんかやっぱそれこそ中学校の授業とかで多分見たことある人がいるんじゃないかな、これは。この四角い結晶がね、意外と綺麗。懐かしいですよ。じゃあ続きましてまだありますよ。ドドン。わー、なんだろうこれは。なんかさ、繊維だな。そうね、これまた全然雰囲気違うよね。これはなんとなくだけど食べ物じゃないような気がしてる。かといえば、なんだろう。
いや日常生活でさ、そうねこんなピンクに囲まれることないじゃん。そうねそうねそうね。ケムクジャラケムクジャラのものでも拡大してケムクジャラのものだからなんか洋服というか、でも編んである感じしないからな。そうね、むずい。確かに無造作な感じはすごいするよね。そうだよね。ゴシャゴシャゴシャ。いやでもこれはちょっとオムライ食堂的考察ですが、はい身近なもので、はい。台所用スポンジです。正解正解。ほんとすごいやったそう、細かく言うとスポンジ硬い方のはいはい硬いね。内側、そうふわふわじゃない方。はい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 。ですね、これは。うわでもなんかわかった。わかる。うちのキッチンにもあるから。素晴らしい。考察力ナイスです。あきらちゃんのラボの台所用スポンジはピンクです。そうですね。これでおむちゃんもスポンジ獲得ということで。マジの景品なんだけど。続いて、じゃあこれですね。またちょっと似たような系統ですね。出たまた繊維シリーズだ。さっきのピンクよりかは、ちょっとこう整然としてますね。サラサラなんですちょっと繊維短めですか？ああ、確かにそうですね。なんかね、うんちょっと黒色のも混ざってて、お洋服感もあるけど、ただこんなツルツルしてますかね、お洋服って。難しいけれども、ちょっとこれ頭脳派 VTuber 頭脳派 VTuber のオムライ食堂の手にかかればね、これはね、はいきますよ、あきらちゃん。これはぬいぐるみですね。正解てかさ、もう面白くないやん。こんこんな当てちゃって面白くないやん。こんななってんだ。そう意外と紫に見えて黒がちょっとだけ入ってるんだよね。言われてみればそうかも。ちょっと肉眼じゃ絶対わかんないよ。すごい。まさかの正解だったわ。頭脳派ですね、本当に。わー、やばー。探偵になれるかもしれない。これですね。わー、次はいよいよだぞ。いよいよわけわかんないぞ。こんだけきめ細かいってことは、実物ほぼ平らでしょ？あー、きっとなるほどね。でもなんかちょっと布っぽい？デコボコっぽくも見えるけどね。細かい粒子が見える気もするけど、でも小さい肉眼で見た時にこんなね、見えないと思いますよ。そうね、そうね。わ、これ難しい。でもちょっと布っぽいから、これちょっと答えたくない。なんか間違えそうで嫌だけど。今までだってほぼ連続正解ですからね。ここで不正解出しちゃうかな。いやー、当てたい。でもやっぱりここまでの結果を見る限りは、身近なものを撮影しているということなので、ちょっと辺りを見回しますわ。あら、なるほど。黒くて、でも布っぽいものでしょ？もうこれしかないかな。いきますよ。こちらはマイクの表面ですね。不正解です。わかんなかった。これ何？ゴム手袋ですね。ここに来てマットサイエンティスト出す？ゴムって表面こんなんなの？ゴム手袋そうこんな感じ。ちょっと後で実際に見せてこれ。だから厳密にさらに言うと履いた状態、つけた状態か。そうですね、ゴム手袋の表面ですね。なんか結構拡大してみると布っぽいけど、違うんだ。意外とゴムはこんな感じっていう。でもやっぱ水通さなさそうだね。隙間はないからね。わー、やばい。これはちょっと新しいわ。オムライ食堂ライブラリーに加わった。いよいよラストかな？嘘、もうラスト？わー、あっという間だね。優秀だからサクサクといっちゃって。やばい。絶対正解したい。ラストこちら。ででん。キモいな。最後にちょっとキモいの来ちゃったな。これはでもさ、何かしらの植物でしょう。緑だし。そうですよね。でも何？もしゃもしゃしてる。拡大してこの状態になる植物って何？根っこか？根っこじゃない。いや、根っこか？いや、根っこじゃない。アキララボにあるもの。いきますよ、アキラちゃん。はい、どうぞ。ラストこちらは、サボテンちゃんですか？正解です。サボテンどこにあんの？思ったより可愛いちっちゃいサボテンだね。パッと見はそんなになんか気持ち悪くないんですけど。そうだね。アップにするとね、おってこんなに可愛いちっちゃいサボテンちゃんでも拡大すると結構狂気じみた。そう、意外とね、痛そうに見える感じですね。触りたい。全然痛くないサボテンですね。猫くらいですよ。ふわふわ。全然キモくなかったけど、電子顕微鏡怖えな。そうだから意外とパッと見可愛かったりとかね、スベスベとかでも意外とその顕微鏡で見てみるとなんかゴワゴワしてたりとかね、気持ち悪いとかってねなったりするっていうのが今回分かったんじゃないですかね。ラボやー、すごーい。ラボっぽいことできた。ラボっぽいことしてるー。ということであっ
という間に終わってしまいましたが、いやおもちゃんーすごかった。 9割成功じゃない？そうだね。すごいそうだよね。だって私ゴム手袋そうだね、ゴム手袋以外は合ってた？そう。やったー。あくらちゃん的にはさ、何が一番こう外れそうだなと思ってたの？あ、でもゴム手袋と、うんあとでもまあカレー粉とかも難しいかなと思って。いや確かに私調味料って言われなかったら分かってなかったかもしれない。そうね、そうね。ヒントがあったからな、あれは。これでおむちゃんはのり玉とカレー粉と塩とスポンジとディスプレイとぬいぐるみとサボテンを持って帰れますんで、かなり幅のある景品でありがとうございます。荷物増える。生活できます。あざます。いや面白い。ちょっと電子顕微鏡シリーズいっぱいやって。ちょっと第2弾やるから。やってツイッターに毎日出して。これなんでしょう。1日1問。そう。今度は私が持ってきたもので、あきらちゃんに問題出したいかも。いいよ。やりましょう。はい、ということで時間あっという間に過ぎちゃいましたが、だった。はい、今日は、電子顕微鏡でいろんなものを見てみようということでクイズをやってまいりました。ありがとう。楽しかったよ。では皆さんまた次の実験で会いましょう。おむちゃんもありがとう。ありがとう。またね。バイバーイ。バイバーイ。